朝日先生、機材これだけですか？はい、これだけです。すべての仕事が完結するように、何でもできるスーパーダーリンみたいな状態というか、スーパースパダーリン、本当に何でもできますね。何でもできるんですよ、iPad。すごいな、iPad の可能性をめちゃくちゃ感じました。そうですね。どうも、声優の月城里奈です。本日もゲストに漫画家の朝日先生をお迎えしてお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日2回目の収録なんですけども、どうですか？打ち解けました。打ち解けました。ちょっとね、リハでいろいろあって、詳しくは言わないんですけども、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、先生が普段 iPad で制作をされてると聞いて、私本当にびっくりしたんですけども、本当に iPad だけなんですか？本当に iPad だけです。はい。そんなことって可能なんですか？可能なんです。商業仕事だろうが何だろうが全てこの板で、いや鉄の板だけでやってる。すごいな、本当に。私の勝手なイメージなんですけど、漫画家さんってもう本当にこうでっけえ机になんかモニターブワーン置いて、液タブドーンって感じで、歪んだモニターみたいな。そうなんですよ。でこうやってやってるイメージだったんですけど、もうこれだけで。でもまさにこうやってる時代もいっぱいあって、それを経て今この板のみになりました。そうなんですね。じゃあ本当液タブもそれこそなんかこう他の板タブも使ってます。アナログでも書けます。アナログも。じゃあちょっと今日はどんな経緯を経て、この iPad に移行したのかっていう話をちょっと今日は聞いていきたいなと思っておりまして、さらに普段 iPad をこう使われているということなので、便利なツールだったりとか、制作過程でどういうところにこだわっているのかとか、ちょっと聞かせていただきたいなと思っております。早速、見てもいいでしょうか？はい、大丈夫です。ソフトはちなみに何を使われてるんですか？クリップスタジオですね。クリップスタジオ。皆さん、漫画家の皆さんも多分クリップスタジオの方がすごくメインストリームかなと、思います。ほとんどの方がじゃあクリップスタジオ。そうですね。多分商業漫画を入稿する必要のある方はクリスタが多いと思いますね。やっぱり他の作家さんにも伺ったんですけども、それってなんか理由ってありますか？いにしえの話なんです。いにしえにコミックスタジオというものがまずありまして、クリップスタジオと分かれてたんですね。いろんなサイとかいろんな描画ソフトがこう太古の時代にいっぱいあったんですけど、ありましたね、サイ。みんなサイ使ってましたよね、当時。そうなんですよ。コミスタとクリスタが合併して、カラーのお仕事も漫画のお仕事も全部できるようになったので、何でもできるスーパーダーリンみたいな状態というか、そういうことなんですね。本当に機能が描画する人特化してるので、今はもう結構これ一択な方が多いと思います。初心者でも使いやすいとかあります？使いやすいと思います、本当に。昔のフォトショップから、絵を描く機能だけを吸い出したような、にいっぱい今の機能がプラスされてるので、もう誰でも何でも描けます。そうなんですね。じゃあこれから漫画描きたいよって方はクリップスタジオ。そうですね、だと思いますね。おすすめかとは、思います。デジタル、さらにはこう液タブ、板タブ系あって iPad じゃないですか。率直にどうしてそうなったんですか？それは楽だからなんですよ。楽だからで、パソコンがあって、そのデバイスっていうか、板タブや液晶タブレットが本来あるんですよね。そうですね。なので、絶対にまずパソコンがあって、板タブ、液タブ、要は2つの機械は少なくともないと、今まで書くことはさすがにちょっと商業のお仕事はできなかったんですよ。他にもちょっとサーフェスとかいろんなあると思うんですけど、iPad の登場でなんかこのちょっと重い板だけで全ての仕事が完結するように、パソコンのような機能も兼ねているので、もう楽で仕方がないですね。それこそ結構私いろんなところに行きたいタイプで、ただその液晶タブレットとかもこんなでかくても運べも結構大きいですよね。マジで腰一瞬で言わすみたいな。それ自体がテーブルって感じですよね。そうなんですよ、みたいなので絶対に運べないんですよ。ただこれですと本当にいろんなところで、例えば今日はちょっとファミレスでお仕事したいなとか、こうやってお友達と会いながら仕事したいなとかが可能になったので、確かにそれだけでも個人的にはもう革命的。なるほど。結構じゃあ外で作業するっていう理由もあって、持ち運び可能な iPad で。そうですね。家でももちろんこれでやってるんですけど、あと Apple Pencil の機能もすごくいいので。そうですよね。
私も初めて触ってびっくりしたんですけど、はいなんか人差し指でトントンってやるだけでそうですね、ペンが切り替わったりしますよもうこのね。直感的なのが、これやっぱ他のデバイスですとボタンでカチカチ押したりしないといけないんですけど、この Apple 製品のね、直感のものってこうやったら左曲がるし、こうやったら右曲がるし、スマホでもわかるのすごいありがたくて。じゃあもう使いやすさと持ち運び重視っていうそう感じで。ですね、アプリの動線とか読み込みも全然パソコンに遜色ないので、すごく私は重宝してます。なるほど。確かにそうですね、いろんなデバイス関してとかだと、まあ今から始めたいよって方とかだと何から始めればいいんだろうってなっちゃいますけど、ハードルも高いですし、iPad だったらぶっちゃけ iPad 買ってペンシル用意すればもうそれで終わりですね。かけてしまうから、シンプルイズベストってことですね。本当にそうですね。すごくおすすめです。なるほど。もしかして先生はじゃあそのシンプルにこだわるっていうか、そのいろんなのがあるとめんどくさいなって思っちゃったりするタイプ。なるほど。こっちとあっちってなると、やめよってなっちゃう。やめよってなっちゃう。これで終わるっていうのがもう本当に素晴らしいですね。はい。先生は、今まで iPad に至るまで液タブなり板タブなりアナログなりいろいろ触ってこられたと思うんですけども、違いとかそれぞれのメリットデメリットとかってあったりしますか？私なりにはやっぱ全部ありまして、私はやっぱデジタルは板タブからスタートしたんですね。板タブって姿勢よく描けるんですよ。要は画面を見て板ってこうどこに置いてもいいので、正面に画面を置いて下に板タブを置いてこう姿勢よく描けるんですね。これが結果的に一番のメリットなんですよ。長かっても本当に肩とか腰とか私もそうなんですけどすごく壊すので、液タブと iPad っていうのはそのものに書くのでこうなるんですね。どうやっても、板はもう例えば寝ながらとかこうやったりとかも可能なので、そんなことができるんですね。そうなんですよ。板タブの多分結果的に全部揃った時のメリットってそれで、あとなんか丈夫ですね。丈夫。なんかずっと板タブの上でご飯とか食べてたんですけど、壊れない。そうなんですか？お花と勘違いしててずっとその上で。そうなんですか？すごい丈夫なんで。ちょっと見てみたいです、その様子。そのぐらい壊れない。精密機械なんですけど、すごい丈夫なので、長いこと私も子供の時とかは板タブで、絵を描いてましたね。なるほど。それぞれの値段の違いとかってありますか？液晶タブレットと iPad が高いと思うんですよ。iPad もランクが液晶タブレットもどっちもあるので、もちろん様々なんですけど、ただ液晶タブレットで単純にパソコンも買わないといけないので、そうですよね。そういう意味では板タブが、そのものですと一番安いですが、パソコン買わないといけない。で、液晶タブレットはちょっとお高いですけど、パソコン買わないといけないと考えると、多分一番いい iPad、値上がり今ねしてますけど、とっても一番 iPad がコスパはいい、パソコンと要は一緒と考えるとですよ。そっかそっか、タブレットプラスパソコンみたいな役割ですもんね。これもこれだけで済むかなっていう感じですね。iPad ってちょっと高いイメージがあって、それだったら PC プラスタブレットでいいかなって思っちゃいがちですけど、トータルで考えると。全然、もちろんスペックによりますけど。ちなみに先生は iPad は予備とかって用意してるんですか？してますね。なんかあまりにもこれ主体に今仕事してるので、なんか一応新しいのが出たのをもう1台買って、2台でこう1台はこう他のなんかいろんなドラマ見たりとかしたり、液晶タブレットもなんかすごくでかくこう鎮座だけしてます。巨大文鎮あるにはご飯食べたりしてますか？大丈夫ですか？それ斜めなんでちょっと乗せれないかな。そっかそっか。あと気になってたんですけど、触れていいかもわからないんですけど、天気あるじゃないですか。ちょっとすごく私字が下手で、しかも丸いシールもなぜか丸くないシールを貼っていてちょっと恥ずかしいんですけど、これは左手デバイスなんですけど、多分これ使ってる方すごく多いやつで、これで要はここでこういろんなコマンドがあるんですけど、それを拡張できるので、これとセットで持ち運んでいつも仕事をしてますね。Bluetooth 接続とかで、そうですそうです。でキーボードを持ち歩く時もあって、それも Bluetooth でやって写真打ったりとかもできますし、本当に何でもできますね。何でもできるんですよ iPad。すごいな、iPad の可能性をめちゃくちゃ感じました。そうですね。iPad って液晶タブレットでよくでもちょっとなって方
を言われることがすごく確かに多くて、私はでっかい画面じゃないと絵がちょっと描きづらいので、iPad はなっておっしゃる方が多分一番多いのかなって確かに。思うんですよ。でもなんか個人的には目の届く範囲って、私も iPad の何倍もある液晶タブレットで描いてたんですけど、結構もうでかい重いみたいな、って感じですね。もう人間の目の届く範囲って限られてるので、もちろん絵としてそのデザインのね型とか大きい画面がいいっていう使い分けはもちろんあるとは思うんですけど、個人的にはなんか慣れるしかないのかなみたいな。結局ね、その見るところ増えちゃったりすると、それがまあ向いてる人向いてない人もいると思います。あと普通にモニターにも映せるので、大きな画面で見たかったら普通に接続して大きな画面で同時に映したりとかも、液タブみたいな使い方ができる。可能は可能ですね。ちょっとまたそうですね、完全に液タブとは違ってくる、要はモニターが映らないとかの問題があるんですけど、ただ全然でっかい画面に映すこと自体は可能なので、それでチェックしちゃえばいいかなみたいな感じがありますね。なるほど。じゃあ各段階ではまあちょっと小さいなって感じることもあるかもしれない。大きいのから移行した方は、きっとでも多分正直十分かなという、その実際のストロークの範囲で考えると十分かなという感じはしますね。なるほど。もう一つ気になったんですけども、iPad でイラストなり制作されてる方って、なんかフィルム貼ってる方多いじゃないですか。なんか先生もこのフィルムってこだわりとかってあったりしますか？これもなんかやっぱインターネットの有識者の方で、皆さん評判のいいペーパーライクフィルムっていう出た。そう、これね、一応貼り替えたばっかでまだザラザラなんですけど、貼り替える前もなんか全てのペーパーライクの部分を削り取ってしまって、ツルツルになって、ペーパーライクの意味がなくなって、あとすごいこのアップルペンシルの先っちょがこう削れるんですよ、ペーパーライクフィルムって。消しゴムのカスみたいな感じになってきますよね。そうなんですよ。で、銀の玉みたいなのがこう露出するんですけど、でもなんか書き心地としては紙にすごく似てるので、単純に液タブとか板タブを経由せずに紙からいきなり iPad になった方とかも多分ペーパーライクフィルムで結構紙に書いてるような感じがすると思います。アナログからデジに移行したいよって方は、iPad プラスペーパーライクのフィルター貼るのが結構おすすめになってる。実際多分若い方とかパソコン持ってない方とかも多いので、確かにそういう人がむしろ多いのかなみたいに見てて思いますね。なるほど。ペン画とかってどんなペン使ってますか？なんかペンってすごいクリップスタジオって有志のいろんな方がいろんなペンを作ってくださってるんですよ。でそれをストアから無料だったり有料だったりいろいろダウンロードできるんですけど、私はまあそういういろんな方が作ってくださったペンを自分流に改造したさらにカスタマイズして、そうなんですよとか簡単にできるね。これちょっとこうタッチがつくぼさっとしたペンを使ってますね。これもちょっと消極的理由というか綺麗なペン入れがちょっと苦手なので、こうラフさんの感じでこううまいことちょっとねごまかしてくださいよみたいなちょっと衝撃的な余裕なんですけど、逆にザカザカのペンの方が成り立ってるなって思う時あります。綺麗すぎるペンだと絵の粗さが目立ってしまうとかそういう消極的な理由もあるんですけど、でもいろんなペンを作って入れてお友達のおすすめも聞いたりとかしてペンを選んでますね。なるほど。塗りとかってどうですか？塗り先生の絵がね、私すごいおたんびっていうジャンルがあって、イニシエのねジャンルがそうあって、いや大変失礼しました。イニシエではないです。もうイニシエなんですよ。なんて言えばいいんだ。歴史を感じるジャンルが。今ではないかもしれない。いやでもとっても好きな方は絶対好きで、私ももちろん大好きなジャンルなんですけど、ちょっと読めまつげとかね、多めかなみたいな。節目ちょっと焦点合ってない感じ。そうですね。ぼやーんって感じの偏った感じの印象ですね。むしろすごくクリスタ本来得意なところなので、カラーも全然問題なく、結構これもサイズ大きいんですけども、大きな印刷物に耐えるようなものとか、映画書に分かりやすく言えば抱き枕カバーとかってすごく一般的に大きいものとしてされてるんですけど、等身大だったりしますもんね。そうなんですよ。でも別に動いてしまう、仕組みわかんないぐらい怖いんですけど、動いちゃうので、全然こう塗れますね。塗りのコツとかこだわってる部分とかありますか？難しいですよね、それがね。パッと見私はすごい透明感とかちょっとこの髪の
が透けてる感じとかすごい綺麗だなって思いました。嬉しいですね。結構日々も勉強というかいろんな上手い方の絵とか見て、もう私も流行りを追いかけたくて必死みたいな感じで、あんまりただちょっと厚塗りチックな塗りが多いので、結構上から重ねちゃったりとか線画にこだわるとちょっとこう嫌になっちゃったりもするので、割と自由に仕上げてますね。なるほど。線を描くのと塗るのだったらどっちが好きとかありますか？でも塗りの方が得意かもしれないですね。アイシャドウの感じとか、ちょっとリップがプルンとしてるのとかすごい綺麗だなって思います。ちょっと時代戻っちゃった感じなんであれなんですけど、キャバい顔好きなので。わかります。いいですよね。男の子も女の子もキャバい顔が。私下まつげ好きです。私も大好きですよ。やったー、すごい一致しましたね。一致しましたね。両方肩な顔みたいなのが結構好きなので。はい。さっきちょっと気になったんですけど、先生も結構その時代の流行りに合わせて絵柄って変えていくタイプですか？そうですね。そこが難しいところで、なんか正直全体的に追いたいと思っていて、追える範囲で変えたいなと思ってるんですけど、やっぱり結構長いことを描いてるのでどうしても手癖が出てしまったりとかして、結構周りの絵描きさんとも話題になるんですけど、なんか結論としてはもう時代勝手にすごいスピードで巡るから、確かになんか追わなくても今勝手にちょっとレトロな絵が流行ってたりするじゃないですか。一周回っちゃうから、突き通した方がかえっていいんじゃないかなっていう感じの結論にはなってますね。回っていつかそのご自身が描かれてる絵柄が流行る時期が来る。そうなっちゃったりもするし、ただやっぱ全体の古臭さとか私もできれば今の若い人に喜んでほしいなって常に結構思ってるので、塗りとかはなるべくいろんな素敵な絵を描く方の勉強したりとか、するようにはしてますね。そうなんですね。絵柄は諦めてます。絵柄はご本人の持ち味だし武器だと思ってるので、塗りだったら確かに。そうですね。今の方はスマホとかで絵を見るので、全体の雰囲気でものを見るんですよね。昔のパソコンの大きな画面じゃないので、だから全体が今風っていうのは結構できればいいなと意識してますね。なるほど。そっか、見る側の媒体とかはあんまり考えたことなかったです。確かにもうスマホが主流ですよね。そうなんです。縦長のちっちゃいので皆さん見るので。確かに、人物を描くときも例えばスマホに合わせてその顔が大きい方がいいなとか、構図とかってありますか？こだわりとか。当然あると思いますね。やっぱりそのスマホ重視ですと細かいところが見えないので、やっぱり綺麗な女の子の顔版みたいな絵が必然的に増える目に留まりますよね。目に留まりますし、人間正直顔と胸元と襟元と髪ぐらいまでしか目に入ってないので、なんかぶっちゃけそこを手入れて、他はその本当雰囲気とかっていうイラストを全部頑張って描いてるとやっぱお仕事追いつかないので、そうですよね。その人が目に行くところっていうのをちょっと意識したりもしてます。なるほど、構図もあんまり考えたことなかったけど、たまにとんでもない構図で絵描かれてる方いますよね。やっぱすごいもう本当に上手い方ってとんでもない構図でね、なんでこんなところにつま先があるんだみたいな。そうなんですよ。正直無理なので、なんかいつも考えながら描いてますね。とんでもない構図マン憧れますよね。憧れますよね。誰しも絶対は憧れますよね。なんかつま先がこのところにあるやつ描きたいですよ。あと聞きたかったんですけど、人体でもその顔が好きとか、つま先が好きとか、お洋服こだわりたいとかってあると思うんですけど、先生はどの辺は？ちょっと消極的な言い方すると、顔で精一杯っていうか、自分はお洋服とか嫌いではないはずで生きてきたんですけど、なんかどうも難しくて描くのは当たり前のことを言ってるんですけど、お顔と骨張った感じの体が好きなので、どちらかというと節目みたいなものが、そうですね、関節とかちょっとその関節が絶賛的に正しいかは置いておいて、個人的にはそういうのが結構主張がある絵が好きなので、そういうのを意識してますね。なるほど。私もくびれとか、ちょっと腰がぐって曲がってた入ってたりとかいいですよね。ちょっと合いそうですね、私たち。嬉しい。嬉しい。合いそう。ありがとうございます。すごいツールからペンからいろんな話を伺ってすごい勉強になりました。私もこの番組で結構 iPad でイラストを描くことが多いので、ちょっといろいろと参考にさせていただきます。朝日先生は今日はいかがでしたか？iPad 推しできて嬉しかった。全部ね良さがあるんですけど、もし迷ってる方のね後押しとかになったらいいなって、すごく便利なものでは確実にあるので、ぜひとも使ってみてくださればと思います。はい、ありがとうございます。
ざいます。ありがとうございます。先生から告知などあれば何かお願いいたします。はい、この iPad で、まさにこれで。はい、必死で日々書いております。月刊アクションさんに連載させていただいてます。日暮らしの泣く頃に鬼が連載中ですので、よかったらよろしくお願いいたします。Twitter をフォローいただけたら、いろんな他のお仕事とかも載ってますので、もし興味がありましたら、多岐にわたるので、何か皆さんの、お気に召すものもあるかもしれないので、ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。いや、今日もすごいいろんなお話ができて楽しかったし、こちらこそ楽しかったです。本当になんかもっと仲良くなれそうな感じがしました。はい、いつでも飛んでください。飛んでください。私が飛んじゃう。同時に。いつでも先生飛んできてください。飛んでいきます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは動画を見てくださった皆さんありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。